今回のテーマはドミナントセブンスコードです。はじめに2種類のダイアトニックコードについておさらいしましょう。ダイアトニックコードにはサードインターバルを2つ重ねたトライアドとサードインターバルを3つ重ねたセブンスコードがありましたね。また、スケール内第5番目の音をドミナントと言いますが、今回のテーマであるドミナントセブンスコードは、文字通りドミナントの機能を持つセブンスコードのことを指しています。調整音楽においてドミナントセブンスコードは、ドミナントトライアドよりもさらにキーを規定する力が強力なため、ダイアトニックコードの中では特別なセブンスコードとして扱われます。それではドミナントセブンスコードの基本構造とその強力な力の秘密について学んでいきましょう。まずはセブンスコード各ダイアトニックコードのクオリティを調べていきます。はじめにトライアドの構造を思い出してみましょう。トライアドではルートからサードまでのインターバルがメジャーサード、サードからフィフスまでのインターバルがマイナーサードであるとき、このコードはメジャートライアドとなります。セブンスコードではトライアドの上にさらにセブンスの音が乗ってきます。さて、ここでルートからセブンスまでのインターバルに注目してみましょう。ルートからセブンスまでのインターバルはメジャーセブンスとなっていますね。このようにトライアドのクオリティがメジャーで、さらにルートからセブンスまでのインターバルがメジャーセブンスであるとき、このコードをメジャーセブンスコードと言います。イメージとしては、メジャーセブンスインターバルの中にメジャートライアドが包み込まれているといった感じですね。次に2番目のセブンスコードです。まず、ベースのコードがマイナートライアド。そしてルートからセブンスまでのインターバルがマイナーセブンスの時、このコードをマイナーセブンスコードと言います。マイナーセブンスインターバルの中にマイナートライアドが包み込まれていますね。続いて3番目のセブンスコードです。ベースのコードがマイナートライアド。そしてルートからセブンスまでのインターバルがマイナーセブンスですので、このコードはマイナーセブンスコードとなります。4番目はメジャートライアドがベースで、ルートからセブンスまでのインターバルがメジャーセブンスなので、メジャーセブンスコードとなります。さて、次に5番目のセブンスコードですが、メジャートライアドがベースで、ルートからセブンスまでのインターバルがマイナーセブンスとなっています。このコードのことをドミナントセブンスコードと言い、トライアドの時と比べてドミナントの働きがより強化されたドミナントコードとなっていますよ。続いて6番目はマイナートライアドがベースで、ルートからセブンスまでのインターバルがマイナーセブンスですので、このコードはマイナーセブンスコードとなります。最後に7番目です。ディミニッシュドトライアドがベースで、ルートからセブンスまでのインターバルがマイナーセブンスの時、このコードをマイナーセブンスフラット5コードと言いますよ。このように、まずは基本のトライアドを確認して、
次にルートからセブンスまでのインターバルを見ることで、セブンスコードのクオリティを見分けることができます。それでは今回のテーマであるドミナントセブンスを拡大していきます。なぜドミナントセブンスはキーを規定する強力なパワーを持っているのでしょうか。まずドミナントといえば、不安定でトニックに解決したくなるといった性質がありましたね。ドミナントセブンスではトライアドの時と比べてよりキーを規定するパワーが強くなるというわけですが、その秘密はコード内のインターバルにあります。ドミナントセブンスを改めて細かく分析していくと、ベースのトライアドがメジャートライアドで、ルートからセブンスまでのインターバルがマイナーセブンスとなっていましたね。さらにドミナントセブンスコードの中にはメジャートライアドの他にもう一つトライアドが隠れています。それはディミニッシュドトライアド。また、ディミニッシュドトライアドのルートからフィフスまでのインターバルはディミニッシュドフィフスとなっていますが、このディミニッシュドフィフスにはある特徴があります。それはインターバル内に3つの全音が含まれているということ。このように3つの全音を含むインターバルのことをトライトーンと言います。トライトーンは悪魔のインターバルとも言われていて、そのとても濁った怪しい響きが嫌われ、避けられていた時代もありました。しかし現代ではその強烈にトニックへと戻りたくなる不安定な性質がむしろ強みとして生かされることが一般的です。さて、このように不安定なトライトーンはできるだけ早く安定したポジションに解決したくなるものです。それではキーの中で最も安定したコードを思い出してみましょう。それはトニックコードでしたね。トライトーンの構成音である B と F はトニックコード内の C と E に対し半音で接していることがわかります。その不安定な状態から半音隣の安定した C と E、つまりトニックコードに引き寄せられる力が働きます。これがドミナントセブンスコードが持つキーを規定する強力な力の理由です。それではドミナントからトニックへの解決感はトライアドとセブンスコードでそれぞれどのような違いがあるのか聞き比べてみましょう。横のつながりを滑らかにしたいので、ドミナントコードをルートポジションからファーストインバージョンの状態にしていきます。まずはトライアドから。ドミナントセブンス。それではまとめです。ダイアトニックコード上にできるドミナントコードには、ドミナントトライアドとドミナントセブンスコードの2種類があります。ドミナントセブンスコードは、ドミナントトライアドの強化版といった位置づけのコードで、キーを規定する力が非常に強いコードとなっています。その理由は、コードに含まれるインターバルにありました。ドミナントセブンス内には、ディミニッシュドフィフスというインターバルが含まれています。ディミニッシュドフィフスには特徴があり、それは3つの全音が含まれているということ。このような全音3つ分のインターバルをトライトーンと言いました。トライトーンの持つ非常に不安定な響きがドミナントセブンスに特有の強い緊張感と解決感をもたらしているというわけでした。これでステップ A 楽天コースは終了となります。おめでとうございます。次はステップ B の24キー攻略コースへ進みましょう。24キー攻略コースでは実践を通してキーへの理解を深めながら音楽に対する解像度を上げていくことを目的としています。24キーが弾けるとシャープやフラットに強くなることができますし、
シャープやフラットに強くなれば、すべてのキーに対して平等な目線を持つことができるようになります。それはつまり、胃腸や転調に強くなれるということです。それでは、ステップ B24 キー攻略コースでまたお会いしましょう。